皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。同志少女よ敵を撃て、相坂冬馬さんです。これです。ちょっとご紹介します。内容としてはソビエトとドイツの話、戦争の話です。で、ソビエトの少女セラフィマが狙撃兵として成長していくお話です。表紙のこの子です。で、セラフィマですね、ソビエトの普通の田舎の女の子だったんですよ。で、戦争中だったんですけど、田舎の方ですから戦争あんまり関係なしで過ごしてた。ところが、兵隊たちがやってきて、村人、それから家族を皆殺しにされてしまうわけですね。で、村が全滅します。で、復讐に燃えてですね、セラフィマ、狙撃兵としての訓練を受けます。もともと田舎の方で、動物を撃って、食べるためにですよ、動物を撃って、食料としてね、動物を撃って過ごしてたので、いわゆる銃器の扱いに慣れてる子供だったんです。で、才能があったんです。よく当たる。で、狙撃の訓練を受けてからですね、いわゆる優秀だということで、前線に送り込まれます。で、今回のこの話の、いわゆるテーマなんですけども、まず最初のその段階、最初にこれがいわゆる示唆する最初の段階としては、人の変化と成長がテーマになっていて、最初にそれについてちょっと示しているところがあって、で人間ってね、学んでいきますけど、人間が学んでいくステージっていくつかの段階に分かれていて、大きく3つに分かれています。1つ目、家庭、愛とか優しさとか思いやりとか、そういうのを家で、学びます。ちっちゃい時にね。それから学校に通うようになります。学校に行くと今度はそれにプラスルールに従う、協調性を持てとか、役割をある程度任されたりとかで、それをこなしていきます。掃除当番とそういうんですよね。それから目標を持って、それに向かって、頑張るというようなことが求められるようになります。さあ、学校が終わって、今度社会に出ていきます。そうするとどうなるかというと、当然働く。で、そこで求められるのは忍耐力を求められるようになります。それ、仕事があってしんどいな、嫌だなと思ってもそれに耐える。そういうことを求められるようになる。それから人を指導する。責任を持つようになる。それからね、競争です。で、この競争は当然学生時代にもあるんですけども、学生時代と違うのは、学生の時っていうのは頑張ったねというところが評価の一部にあるんです。つまりテストの点数が悪くてもよく頑張ったじゃないかねっていうふうになる。でも、社会に出てからのいわゆる競争に勝つというのは、その過程はすっ飛ばして勝ったか負けたかという結果がすごく評価の対象としてでかくなるというところが、いわゆる学校に通っていた時とは違ってくるものです。ただこの3つ並列可能な概念。お家ではお互いに思いやりを持って、会社に行ったら頑張って結果を出すね、耐えるみたいな感じ。お家に行ったらお手伝いをしてお母さんにも優しくするね。学校に行ったら人と競争しながら頑張るとかいうことです。で、今回ね、この小説の中で動機の階層化をしろということを上官からこのセラフィマがたびたび言われます。この動機の階層化とは何かというと、
今僕が言ったように家庭で学んだこと、学校で学んだことっていうのは大人になっても生きてきて、心の中に残ってる価値観や概念なんです。ところが戦場ではそれに優先順位をつけろということです。これはどういうことかというと、普通一般に暮らしていると法律は守らなくちゃいけない。でも戦場に行くと人を殺さなくちゃいけないです。つまり今までやっちゃいけないということを国からやれと言われる。この考え方は並列はできないです。だから上下に作り直すしかない。そうなる。セラフィマ最初、母の敵を討つというために戦場に出ます。でも国のため、この子がね偉くなっていくんですよ。国のため。でもその上にさらに女性を暴力から救う、暴力から守る、女性をねという、価値観を持ちます。逆に言うとこういう概念を階層化してしまうと、例えば女性を暴力から守るんだったら国に背いてもいいというふうになります。このセラフィマの上官はたびたび彼女に問います。なぜ戦うのか、なぜ戦うのか、何度も何度も聞くんですよ。これは何度もなぜ聞くのかというと、上官は彼女のセラフィマの心の中の変化を確認していくんですね。で、っていうのは、狙撃兵の訓練を始めた時っていうのは本当に子供だったんです。子供から大人になっていく時っていうのは、感覚、感情がブワーッと変わっていくんです。50歳が70歳になってはあんま変わらないんですけども、15歳ぐらいが、20歳ぐらいになる間にっていうのは随分変わっていくんです。で、この子どんなふうに変わっていくのかを見るんですね。つまり上官の目的は戦争に勝つことですけども、それ以外の価値観を持ってないかどうかっていうのはやっぱり上官を確認するんですよ。でそれをしていきます。さあ、このセラフィマ、女性を守るために戦うというふうに上官に言う。で、狙撃兵の学校があります。で、その学校の中にいろんなこれね、女の子ばっかのそういう訓練学校なんですね。でこれ何かっていうと、これね、時代が第二次世界大戦ぐらいです。ソビエトとドイツの戦争で、これ非常に大きな戦争なんですよね。で、一応史実を元にして作ってる戦争の話なんです。で、その時の戦争って、国が国なんでどこまで現実を把握して、発表してるか分かんないです。ですから、死亡者でしょうか。死亡者がどれぐらいいたのか、いわゆるはっきりした人数って分かんないんですよ。ただ、ドイツとソ連合わせて兵隊、戦争関係者、それから一般市民合わせて、データによって非常に幅があるんですけど、2000万人ぐらいの方が亡くなってる。これね、他の戦争から比べてももう群を抜いてる大激戦だったんです。そうするともう子供だから戦争行かなくていいとか言ってられないような状況になって担ぎ出されているということなんです。ちょっと話戻しますよ。人がどのような段階で学びを軸にするのかというのは生来の気質によるということです。戦争に行って帰ってきて心を病んでしまう人がいます。あんなことをしてしまったということです。そうならない人もいます。
でそれはその人の性質の善悪ではないです。ここがね、この小説でいろんな狙撃兵の女の子を並列して描いてるんですけども、いろんな性質の子が出てくるんですよ。で、これがいい、これが悪いということはあえて描いてないです、この本が。まあセラフィマはとりあえず女性を守るために生きるという価値観を貫きます、最初から。でこの教官が時々ね、ずっと一緒に戦場にいるじゃないですか。いろんな話するんですよ。でずっと上の偉い人と会ったりもします。でその人とセラフィマがね、生きる目的について語り合うシーンがあるんです。でその上官がね、セラフィマが聞くんですよ。生きる目的って何みたいな。そうすると上官が、生きる目的っていうのは幸せになることだ、幸せになることだと戦場の兵士の上官が言う。これはどういうことかというと、あなた今ここで生きてますよね、あなたがここで生きている理由は復讐のためではないんですよということを言ってる。階層化をしてる、母の敵を取る、国のために働く、女の人を守る、これは自分のことではなく他人のことです。でもこの上官は自分の幸せのために人間というのは生きてるんだというふうに言います。では幸せとは何かということになりますよ。中に書いてあることを詳しくは言わないですけども、大まかに言うと、経験した不幸を上回るような人、あるいは出来事を見つけて上書きをすることだと言ってます。嫌なこととか経験したとするじゃん。何回も思い出してああってなることってある。でそれはそれを上回る、上書きするような幸せなこと、あるいはそういう気持ちに幸せな気持ちにさせてくれる人と出会ってないということなんです。だからそういう人や、あるいは出来事、こと、もの、何か出会えばいいんですけども、それっていうのは出会いですから運ですよ。運にかかってる。だから逃す人もいる。あるいは後から気づく人もいます。ああって何年か経ってね。じゃあそうしないようにはどうしたらいいかですけども、それはね、落ち着いてよく考えることです。今目の前にあるこの現象、今目の前にあるこの人は自分にとってどうなのかということ。振り回されたり周りに流されたりしないで考えることが大事です。ただね、この作業はあんまり一人でやらない方がいいのかもしれない。なんでかっていうと、人と話すことで人間の思考っていうのはある程度整理されるからです。喋ってるうちに、あれなんか変なこと言ってる私って、喋って自分で気づくこともあるのね。だからなるべくなら一人でやらない方がいいんですけども、これしんどいんです。こういうことを人に話すのって。だから苦手な人いるかも、そういうの。でもだから一人でやってもいいんだけど、なるべくならね、鏡に向かって
やってもいいけど、あれか、自分でまあいいか、人によるかこれね。で、あとね、周りの人はね、無理やりそういうのをこじ開けちゃいけないです。今どうしてんの？好きな人いるの？最近どう？昨日どこ行ってたの？ね、ほりはほり聞かないね、大事です。落ち込んでる人が幸せな方に行く時って、まあ方向性がベクトルがキュッと変わった時ですよ。他の人に対して幸せとは何か、自分は何をしてる時が、誰といる時が幸せかって、人に話ができるようになるんです。ほっといても。それを待った方がいいですよ。まあでも最終的にはそういう決定って自分で決めた方がいいですよ。自分はこうしてる時が幸せだ、自分はこの人といる時が幸せだっていうのは、最終的には自分で決めるのがいいかな。後悔が少ない。その方がね。で、そういうのって、例えば人とのつながりとか作る時っていうのは時間じゃないです。つまりずっと昔から知ってるから、よく会ってたからとかっていうことじゃなくて、時間とかじゃなくて、その時に感じた気持ちとか体験とか、そういうものを軸に選ぶ。そういうのが大事かも。さて、ちょっと小説の話、内容に戻りますけども、戦争っていうのは人を殺していい、奪っていい、あるいは敵を憎み批判しなさい、一生懸命やれっていうふうに言われます。そのことだけを頑張れと言われます。ところが戦争から帰ると一般社会に戻ります。つまり国に帰るとね、これは今もいろんな国で戦争とか争いがあります。そうすると戦争をやってる当事者のその国の中でも戦争反対みたいなのがある。兵士として戦場に出て行って帰ってきたら、戦争反対、人なんか殺しちゃダメだという人たちを見ます。その一方で、よく頑張ったね、大変だったねと慰めてくれたり褒めてくれたりする人もいる。また、自分はあんなことをすべきじゃなかったと自分で後悔して自分を責める人もいます。それが戦争。いろんなものを見るんですよ、セラフィマ。で、その中で特に女性への暴力を見ます。殺すよりも上のひどいことってないので、殺すより下だったら何してもいいみたいな形になってくる。それが戦争です。戦場での女性の暴行への怒り、そういう普遍的な悪、これも絶対悪だみたいなもの。ただそういうのってこの小説の中でも描いてますけども、誰でも簡単に陥る。戦場ではだよ。誰でも簡単に陥る危険性がある。人間というのは何かの環境やきっかけで簡単に悪い方にポンと変わる瞬間っていうのがあるんだということを示してます。善人、いい人、優しい人が戦争というところで変わっていく。とても残念なことなんです。で、これね、これさ、本屋でさ、これ買おうかなって思ってた人がさ、これ後ろ見るじゃん。文庫本と一緒にちょっとなんか小説の解説が書いてあるね。
真の敵に出会うって書いてある。セラフィマは最後ある人を撃ちます。これ真の敵です。これがセラフィマにとっても最大不幸でした。戦場で人をいっぱい殺して人間としてのなんか気持ちみたいなものがどんどんズタズタになっていく中でも最大不幸をここで味わいます。人間が最大不幸だ、もう最悪だというそういう状況で人間が何を頼りに生きていくのか。それはね、例えばこれを見てる人が戦場でこれを見てるってことはあんまないと思うんで、学校、仕事、家庭、そういうところでもう無理だっていうふうになった時、気休めかもしれませんよ。でもこの不幸、この悲しみが永遠ではないというふうに感じる。そして自分の中で自分はこうだというものを一本しっかり持つ、そういうのが大事だという話です。達人心に響いた言葉、こちら、435ページの15行目です。後ろの方でもこれが結局散々苦しみながら生きてきたセラフィマの、軸になってるんだろうなという言葉が書いてます。この文庫本の方ね、435ページね、15行目。もう今が自分人生の谷底だって思ってても踏ん張れ、そして踏ん張れます、そういうことを書いてある本です。いい本です。ぜひ読んでみてください。同志少女よ敵を撃て、相坂トーマさん、読書の達人でした。